今までのおさらいがてら、この離婚裁判の流れをもう一度想起してほしいなと思って文章を書きました。離婚訴訟で被告の立場からの心理や意図を想像してみた。被告の立場。今まで養ってくれた原告を失いたくない。一方、原告の立場。時間を戻せるのであれば、2016年、被告に会っていない時に戻りたいぐらい悲惨な結婚生活だった。こんにちは、普通の人です。今日は日本語でご挨拶させていただきます。最近弁護士を通して裁判官に訴えたいと思い、文章を書いたので、その全文を公開しちゃおうと思います。その前に近況報告です。なるのやってることがおそらくですが、裁判官にもその裏がバレてる気がしました。被告なるの離婚したくないという主張と、私原告の主張や行動がだいぶ矛盾しているところに裁判官も気づいているのではないかと思いました。単純にポジティブシンキングかもしれませんが、保護命令、婚姻費用分担請求、離婚調停、離婚裁判。別居して2年と1ヶ月が経ちました。長い道のりです。事情を知っている家族、友人、周りからの心配声ももういい加減なくなりました。逆に友人から、まだ離婚中なのって言われて心配する顔をされると、もちろんすごくありがたいんですけど、負の感情がほぼなくなって、ほぼ克服できているこの段階では、反応に困るっていうか、さてと、裁判官にはこのような感情の変化を含めて、今までのおさらいがてら、この離婚裁判の流れをもう一度想起してほしいなと思って文章を書きました。まだ裁判官には共有してませんが、弁護士にだけ共有してある内容を皆さんにも共有したいと思います。それでは読み上げます。裁判官へ、2016年10月から結婚準備、2017年3月31日結婚式、2017年4月20日婚姻届。結婚生活の間、被告による以下の行動から苦しい思いをしていた。暴言暴力、財物損害、ガスライティングをはじめ、非協力的な家事分担、毎日のような飲酒、私の家族を誹謗、また、日本生活の間一度も働かず、バイトすらせず閉じ、家計のことを私のみの責任に押し付けてきた。暴力的な行動の例、怒りながらカッターで絵を切り裂いたり、ビール15本を自分の体や私のギターにぶっかけたり、私の身体に対しては首を絞め、ほっぺたを叩き、体に唾を吐き、火のついたタバコやワインを投げるなど、被告が非常識な行動をとってきて、私から何らかのリアクション、落ち着かせようとしたり、怒ってみたり、見て見ぬふりをしたり、をすると、いつも被告から長時間の説教が始まるか、怒ってくるか、上記に述べてる様々な暴力的な行動をしてきたため、寝不足で翌日の出社に支障が出るのも怖く、私の毎日は疲れ果てていた。私は何度も離婚したいと思っていたが、被告の上手な嘘に洗脳されていた。私は辛い思いをしながらも、犬2匹のケアへの責任感で、また結婚生活を終えるのは結婚式に来ていただいた家族や親族に対し無責任なことだと思い、維持するのがベストだと感情を抑えて我慢し続けてきた。2019年コロナで在宅勤務が増え、被告と一緒にいる時間が増え、被告の毎日のような嫌がらせや攻撃に耐えかね、本気で自殺するか離婚するかとまで思うようになった。決定的なきっかけとなったのは、2021年10月3日、なるが2階の螺旋階段の上から私へ扇風機を投げつけてきた時、そして数日後の11月、私からの、あんた、扇風機投げてきて私怪我してたらどうすんのという問いに対し、投げたのお前だろと被告が平気で嘘をつき、責任転嫁をしてきたとき、腐り切った赤い糸が切れる音がした。何でも現状維持のため自分に襲って物事を丸く収めようとしてきたのが、かえって良くなかったと悟った時だった。それとともに今までの自分の
犠牲に対する後悔よりも、この先このままでは未来に希望が見えないことを痛感した。2022年1月25、私の避難、一般的な別居ではなく、被告の嫌がらせからの避難、被告の嫌がらせ。被告が私の料理に異物を投入したり、ドリルでドアロックを外しちょっかいを出したり、私の携帯を返してくれず、階段から突き落とそうとした件で、私は生活安全官に相談。被告は日本語学校で3年勉強したにもかかわらず、日本語が不自由だったと、今日は家に帰らないという約束を守らず帰宅し、私を脅かした。警察に通報したことへの仕返しなどを恐れ、私はすぐに避難せざるを得なかった。避難中、被告は素早く婚姻費用分担請求を申し出て、私はゲストハウスに滞在しながら保護命令を申し立てる。2022年2月14日、別居開始。警察の同行のもと、引っ越しを決行、別居開始。2022年3月4日、保護命令の合意。以下の内容で合意。被告は私に6ヶ月間付きまとわない。直接連絡しない。被告が私の住所を知らないことを表明する。私と第三者とのメッセージ会話をハッキングし、被告が証拠資料として提出したことがある。現在まで離婚したくないという被告の主張と被告の行動は相反している。婚費調停や離婚訴訟期日で毎回被告は嘘をついている。今まで家計を支え、家事まで全てしてくれた私に対し、あの手この手を使いながら自分自身の有利な方向に持っていくため、また時間を引き延ばすため、被告は以下のような嘘をついてきている。または否認、ないし不知としか言っていない。料理に炭酸水を入れた件。味見したところしょっぱかったから水を足したつもりと言っているが、動画ではとぼけていた。被告の嫌がらせがエスカレートしていた期間中、怖くて私の寝室にかけていた鍵を被告が外し、ドリルを閉まっているところを動画で捉えているのにとぼけていた。被告は私の証拠が事後の写真で自分だとバレない場合はすべて否認、むしろ相手のしたことと主張しているため、状況に整合性が見えない。一方、私は事実しか述べていないため、主張に矛盾が生じない。口座の取引履歴を取るとすぐにわかることなのに、デート通帳ではないと嘘をついた。態度の変化。婚姻費用時は収入のなさをアピール。離婚訴訟となった途端、被告の親が自分らの旅行のために円に両替した記録までかき集め、家計に貢献したことが大きいかのように嘘をついた。すべて否認または不知と偽る。例えば私が自分の体に唾を吐くなど、位置的に到底無理なところなのに、被告は否認で一貫。相手が自分でやったことと主張していた。唾の例は一例に過ぎず、私が被告の暴力の直後を捉えた写真すべてに関し、否認または不知を貫いてきた。裁判官にはぜひ略略や状況から見える真実をきちんと見ていただきたい。私が結婚生活の間、どれだけ肉体的に精神的に追い詰められてきたのか、共感していただきたい。一人の稼ぎで養って二人や犬の世話までしてきたため、資産もほとんどないし、日本での結婚生活に責任感で頑張ってきた私に対し、財産分与で小銭でも取るつもりか、退職金まで要求している被告の態度は、本当に離婚したくない、よりを戻したい人の態度か、今一度被告の良心に疑ってみていただきたい。逆に私の立場になってみて、状況上、よりを戻すなど論外であり、一瞬たりとも関わりたくないという私の気持ちを分かっていただきたい。
慰謝料をもらっても鬱憤を払えないが、このまま法律上、夫という立場にいる被告を早く戸籍から消したい気持ちでいっぱい。そのため、離婚さえしてくれれば、慰謝料も何も0円にすると100歩譲ったのに、ずるずる婚姻費用は毎月入ってくるから、時間だけを引き延ばそうとするずるさが読み取れるはず。以下、今まで保護命令、婚姻費用調停、離婚調停、離婚訴訟で被告の立場からの心理や意図を想像してみた。被告の立場。今まで養ってくれた原告を失いたくない。楽して絵描きながら暮らしたいのにもったいない。離婚の内容証明もらったけど、とりあえず証拠から俺が写ってなければ全部否認しておこう。盗んだ原告の携帯は警察にバレちゃったので返したけど、手に取っただけなのに原告が暴れ出したということにしておこう。料理に意図的に炭酸水を入れたのはしょっぱかったからなどでとぼけておこう。婚姻費用申請は素早くしておこう。別居し始めた2021年2月に素早く申請。閉じ。原告が勝手に出ていったことにして、できるだけ時間稼ぎしてお金だけでも取ろう。婚姻費用ではとにかく収入がないことをアピールしよう。12から14万欲しい。離婚訴訟では家計に貢献したことを親の力を借りてでも多めにした方が良さそう。婚姻費用をずっともらいたいから1個ずつ出しておこう。今回は原告の銀行取引。今回は取引証明。今回は退職金で情報を少しずつ抜粋して提出してもらおう。もう2年分婚姻費用もらったけどもっと欲しい。離婚したくない。よりを戻したいと言って粘ってみよう。一方、原告の立場。時間を戻せるのであれば2016年被告に会っていない時に戻りたいぐらい悲惨な結婚生活だった。日本生活が始まった。そう。被告に壁に落書きされ、その後15本のビールを自分の体に注いで脅かし、ナイフを投げられ、唾を吐かれるなど、暴力行為や暴言とガスライティングがあったにもかかわらず、犬たちや結婚への責任感で耐えてきたが、もう人生を取り戻したい。被告の暴力的な行動があった次の日は、人心掌握し、私に責任感を持たせ、私さえ我慢すればよいはず、と思い、被告を許し、逆に謝ったりもして、適当に流してきたことは、私自身も深く反省している。もっと早く関係を終わらすべきだった。嘘をつけると顔にバレると自分のことをそう言ってきた被告が、本当は平気で嘘をついていたことに気づいたのが遅かったが、扇風機投げたのお前だろという被告の発言で一気に過去が蘇り、未来に希望どころか悲惨な毎日が待っているとしか思えなかった。案の定、一連の調停から訴訟まで見せてくれた被告の主張から非難してよかったと思うようになる。弁護士と契約を終えてから被告に離婚を告げ、毎日のような被告からの嫌がらせに恐怖心を感じ、炭酸水の件で、もしも炭酸水が別のものだったら、階段から本当に突き落とされてたら、と思うと、ゾッとする。裁判官に正しい判断をしていただきたい気持ちで、婚姻費用調停兼離婚調停でできるだけ証拠を集めて提出していた。しかし、法律上、婚姻費用調停ではなるべく早く配偶者を貧困から救うべく、実際は私の方が貧困だったにもかかわらず、事実関係に対する争いは伏せておくことで審判。当時は私の方が明らかに被害者なのにどうして？今まで一人で養ってきたからといって、被告に毎月婚姻費用を支払うべきか？おかしい。
逆に慰謝料請求したいと思っていたが、2024年、今となっては別居から2年も経ち、ただ単に避難してよかった、命が救われたという気持ちだけが残っている。また、被告が何を主張しようがその狡猾な意図が見えていて、人間性を失っている被告を見ると、みっともないし、かわいそうにも見えてきた。それにしても裁判官や法廷に向かって堂々と嘘を述べることに関しては、的確な処罰はしてほしい。